取ってきたやつ見てください。これでございます。やっぱ匂いがきついですよね。やっぱ圧力鍋最強でございます。どうもはっぱくんです。今日のタイトルはトドマツの先っぽだけで精油を取るです。トドマツってこう生えてるんですけども、先っぽのここがですね、すごいいい香りするらしいんですよ。なんかはっぱくんの知り合いが全然香りが違うって言うんですよね。でもね、はっぱくん的には一緒だと思うんですけどね。なのでトドマツのここ取ってきます。行ってきまーす。やってしまったぜ。長靴履いてくの忘れちゃいましたね。長靴履いてくの忘れちゃいましたね。やってしまった。今日はトドマツの先っぽ、取りに来ました。ここですね。こ道路沿い、ちょっとね、見ての通り、ちょっとこう道路沿いなんですよね。で、この辺のはどうせ枝払いされちゃう、どうせこの辺のは枝払いされちゃいますんで、先っぽ取っちゃいたいと思います。あった。これですね、先っぽ、この辺、これを取るわけですね。車通ってますね。この辺を、この先っぽを取るわけです。そうですね。これをたくさん集めていきたいと思います。これは結構長いね。これ結構長いぜ。これも取りましょう。あら、これ今日一じゃない？今日一でしょこれ。これは立派な先っぽだ。立派な先っぽだ。これは寒い。これいいじゃん。これはねトドマツなんですよ。これトドマツなんですけども、横のこれはね赤エゾですね。これは赤エゾです。これちょっとね似てるんですけども、全然ね先っぽがね赤エゾの方が尖ってるんですよね。赤エゾは今回取りません。結構赤エゾ多いですね。結構ここも赤エゾですね。これはトドだ。これはトド。寒い。これ最後にして、これを最後にして帰りたいと思います。しんどい。取ってきたやつ見てください。これでございます。マイナス17度の世界はもう鼻効かないんですよね。で、これ家持って帰ってきたらね、やっぱ匂いの強さが違うわ。普通のトドマツでもね、柑橘系のちょっと上行くような匂いなんですけども、なんかね、この先っぽはね、それよりも柑橘系、もう柑橘系より柑橘系っていう感じの匂いしてますね。枝の先っぽは松ヤニが溜まってる部分っていうのがねたくさんありますね。見てこの白いの、これ全部ねトドマツの松ヤニなんでね、やっぱ匂いがきついですよね。もうこの段階で手ベタベタだわ。もうほんと匂いがねめちゃくちゃいいかもしれない。それでは早速トドマツの先っぽから精油を取っていきたいと思います。今回も手作り圧力鍋水蒸気蒸留機で取っていきたいと思います。激安で作っております。これの作り方はですね前回投稿しておりますので、ぜひね見てください。鍋に蒸し器入れます。蒸し器スレスレまで水入れます。蒸し器スレスレまで水入れました。それでは鍋にトドマツの先っぽを入れていきたいと思います。2センチ幅ぐらいで切ってってください。どちらかというと今回は枝がメインになる感じしますね。長い。この先っぽ長えな。いいな。
かってわかります？このテカテカしてるの、これ全部松ヤニですよ。ベッタベタでございます。これもうベタつきがすごすぎる。もう松ヤニを蒸留してるみたいな感じになるんでしょうね。あんまし太い先っぽ取ってきたら切るの大変です。これ手の不快感半端じゃないですね。もうこれすごい松ヤニ。よいしょ、完了です。本来ならもっともっとね、隙間なくね、トドマツの先っぽ入れたいとこでしたけども、取ってきた量がこんだけですんで、はい、これでやりたいと思います。もう十分ベトベト。相当の粘着力よこれ。すっごいベッタベタ。はい、それでは蓋閉めます。それでは蒸留しに行きます。この鍋で蒸された蒸気がバーッといって、このホースを伝ってこの冷却器に入ります。この冷却器で冷やされまして、ここで液体となって出てきます。その液体の表層に溜まってるのが精油でございます。ここからですね、フローラルウォーターというのが出てきますんで、このフローラルウォーターもね、いろいろ利用できますんで、捨てずに使っていきたいと思います。それでは着火オン。お、出てきました、出てきました、出てきましたよ。すごいいっぱい蒸気が出てます。はい、ここから蒸気が出た。出てきた、出てきた、もう出てきたよ。出てきました、出てきました、出てきましたよ。出てきました、出てきました。めっちゃ出てるわ。すごい、止まらない。冷却が間に合ってないね。冷却が間に合ってないわ。湯気が出てるから、これ冷却も全然間に合ってないですね。いや、今回すごいいい感じで出てるわ。何このピュ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 出てる。前回はこっからすごい出てたのに、今日全然出てない。だからこれ冷やすのが間に合ってないんだわ。すっごい量の精油取れてるわこれ。冷却がうまいこと回ってないな。はい、結構溜まりましたね。30分蒸留したんで、これで火消したいと思います。とりあえず取れた精油見て、この量見てよ。これすっごい量取れましたよ。8泊の精油取れた新記録でございます。やっぱ圧力鍋最強でございます。このトドマツの先っぽの香りがそんなに匂いがいいのかね、ちょっとね嗅いでみたいと思います。まずね、これ先日取ったトドマツの普通のオイルでございます。まず匂います。まあトドマツの精油ですよ。まあ普通のスーッとする感じね、スーが強い感じのね匂いでございます。じゃあ次、このトドマツの先っぽの香りね、ちょっと手につけてみますね。もったいないな。よいしょ。ちょっとね、先っぽの方が木の匂いっぽい感じがする、ビターな感じがするという感じでございますかね。というところで今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなーっていう人はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。